皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、今日はですね、私が実際にレッスンとかで使っているおすすめの日本語を読むサイト3つ紹介したいと思います。日本語を勉強してる中でやっぱ一番問題になるのは会話なんですけど、その次に問題になるのが結構読む練習ですね。なんか日本語が読めない、漢字が難しいとかいろんな問題があって、であとは読むこと自体があまり得意じゃないね。本とかあんまり好きじゃないし、あんまり読むの得意じゃないんだけど、でも読む力を鍛えたい。どうすればいいんですかっていうね、相談とかもよくあるので、私が実際に使っているレッスンで使っている読む練習サイト、読む練習サイトではないんだけど、読む練習にいいサイトを今回は3つねおすすめしたいと思います。はい、もう知ってる方もいるようなサイトだと思うんですけれども、はい、このサイトはね、普通に日本人が使っている日本のサイトなので学習用のサイトではないんですよね。だから結構難しいです。なのでN3、N2、N1 ぐらいの人、それかそれ以上の方向けになります。まずね。振り仮名とか一切ないので。はい。まず1個目いきましょう。1個目はですね、小説をまず読みたい。けれども日本の小説はちょっと難しいし、長いし、読み切らないし、みたいな人向け。はい。それはですね、名前が物語 .com というサイトです。物語のりは RY。物語物語 .com というサイト。はい。こちらはですね、無料で物語を作ったり、物語を書いたり、読んだりできるサイトです。だからプロの、小説ではなくて、アマチュアのというか、一般の方が書いて、そこに、公開している物語、小説を見ることが、読むことができるというサイトです。はい。これの面白いところがですね、毎週なのかな？毎月なのかな？わかんないけど、何かね、トピックというか、なんていうの、お題があるんですよ。お題。今回はこれについて書いてくださいみたいな。で、お題について、いろんな人たちが書いて、それを読んで、ランキングとかが表示されるみたいなね。で、今見たらですね、今のお題がね、妄想恋愛俳句だったね。どういうこと妄想恋愛俳句。だから俳句だね。はい。ってな感じ。で、今、ランキングを見てみると、お題が私のバイブルっていうお題の時の、小説が1位だったりしてます。はい。あとは休日の過ごし方というお題があって、それについて書いてたり。その休日の過ごし方というお題の中にも、ノンフィクションとかエッセイみたいに書いてる人もいれば、がっつり、フィクション、異世界系の話にしてる人もいるし、お笑い系、コメディ系にしてる人もいるっていう、いろんなジャンルの物語を、読むことができるので、おすすめです。で、ちなみにね、このサイトは、夜遊びの有名になった夜にかけるという歌あるじゃないですか。夜にかけるってもともと小説を題材にした歌なんですね。その小説が、その掲載されていたサイトがこちら、物語 .com になります。で、夜にかけるっていうのは、曲の名前なんですけど、もともとはタナトスの誘惑という、短編小説が、元となって作られている曲です。はい。他にもね、夜遊びの曲はもともと、その、物語 .com で掲載されていた小説を曲にするっていうのから始まってるんですね。はい。だからそういうの好きな人もぜひ読んでみてください。で、比較的ね、短い短編小説。はい。短編短編小説。1分で読めるものもあれば、25分で読めるもの。いろいろありますね。5分で読めるとか。なので、日本の小説をね、もう、
本屋さんとか売られているような小説を読むのがちょっと難しいなって思う人は、こういうところで練習してみるといいかもしれませんね。はい。次はですね、ブログ。はい。ブログのサイトでノートというサイトです。note.com。ノート。note.com。はい。これはかなり有名だと思うんですけど、日本で今一番使われているブログサイトかな。いろんな人のブログとか、記事、エッセイ、漫画もあったりしますね。漫画もあるし、小説を書いてる人もいます。で、いろんなカテゴリーがあって、いろんな、記事とかブログがいっぱいあるので、簡単に読みたい方、おすすめですね。はい。で、例えば食べ物について、ライフスタイル、ショッピング、育児、健康、旅行、ペット、いろいろだね。あとビジネスについて、キャリアについて、漫画、何でもありますね。アニメ。はい。これはね、私実際にレッスンでよく使います。よく使う。なんか一つ記事を選んで、レッスンで一緒に読んで、発音の確認とか、これについてどう思うかとか、いろいろ話したりします。で、これプロの人が書いてる記事じゃなくて、普通に誰でも記事を書けるので、なんていうの？一般の人が書いてる記事が多いというかほとんどなのね。だから読みやすかったりとか、その難しい言葉ばかり使ってるわけでもないし、短かったりとか、でもっと自然な日本語を、読めるんじゃないかなと思います。本当に自然にみんな書いてると思うからね。旅行のお話とか、自分が興味があるカテゴリーを選んで、その日本人たちが何をしてんのか、どう思ってんのか、どんなことがあるのか、見ることもできます。はい。ただね、これのね、一つデメリットを言うとすると、本当に一般の人がいろんな記事を書いてるので、たまに間違ってたりしますね。言葉がね。でもたまにね、たまに。それだけはちょっと、デメリットというか、注意する点かなと思います。はい。で、書き方がね、結構人によって全然違うのも面白いね。その人の性格とかが出る。すごく難しい言葉をわざと使う人もいれば、すごいカジュアルな、まるで話してるかのように書く人もいるし、みたいな。はい。ぜひ、これを使ってみてください。難しいものはあんまり読みたくない。ニュースとか読みたくない。みたいな。簡単にすぐ読めるものが欲しいっていう人はこのノートはすごくおすすめですね。はい。あと最後ですね。もう一つ。あとはですね、ニュースです。ニュース。日本のニュース知りたい、読みたいっていう人いっぱいいると思うんですよね。で、N3 までの人におすすめなのは、NHK の WebEasy っていう、外国の方向けのニュースサイトがあります。日本語があまり得意じゃない方向けに漢字の振り仮名が書いてあったりとか、あとは難しいニュースを簡単な日本語で、優しい日本語で書き直しているニュースサイトが NHK WebEasy というのがあるんですけど、それはN3 ぐらいのレベルの人向けになります。これもとってもいいと思います。とってもいいんだけど、もうちょっとレベルアップしたい。だけど普通のニュースを読むのがちょっと難しいっていう人におすすめなサイト。テレ朝ニュースというサイトです。はい。テレビ朝日というテレビ局があるんですけど、そのテレビ局のニュースサイトになります。はい。で、やっぱ有名なのはね、NHK のニュースサイトだと思うんですけど、NHK のニュースサイトは結構難しい。で、トピックも硬い。で、結構長かったりする。でもこのテレビ朝日のニュースサイトのいいところは、その難しいトピック、今日本で最もその話題になっているニュースをはじめ、もっとローカルな食べ物の話とか、生活の話とか、そういうところに注目したピックアップ記事があったりとか、政治の話もあるし、国際的な話。結構バランスがいいんじゃないかなと思ってます。あとは、
今人気な記事というのがランキングで見ることもできるので、選びやすい。今人気の記事、24時間以内の人気な記事、1週間以内に人気な記事、1ヶ月以内に人気な記事が、すぐに見れる。あとはですね、基本的にテレ朝ニュースって写真が載ってたり、あとニュースのビデオが載ってたりするので、聞くこともできるし、読むこともできる。っていうので、すごく、理解しやすいんじゃないかなと思ってます。はい。NHK より文章もちょっと、簡単というか、もうちょっと読みやすいような印象もありますね。はい。なので、ぜひニュースを読みたい方、結構このテレ朝ニュースはおすすめで、これ私は実際にレッスンで使ってます。はい。ってな感じ。いかがでしたでしょうか？そう。これね、すべてね、海外からアクセスできるっていうのもいい点ですね。例えばテレ朝ニュースだと、他のヤフーニュースとかだと、アクセスできない国があるんですよね。欧米とかアクセスできないですね。でも、問題なくアクセスできます。はい。ってな感じで。いかがでしたでしょうか？で、他にね、皆さんがぜひ重宝してる、読むサイトがあればぜひ、コメントでシェアしてみてください。他の人にすごく役に立つと思うので、ぜひ教えてください。はい。他にもね、いろいろあると思うので、皆さんに合ったスタイルの、皆さんの好みのものを見つけて、読んでみてくださいね。はーい。ということで、今日は以上。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとは、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。そして、サニーサイドジャパニーズ、他の先生と一緒にやっているグループ会話クラス。日本語学習コミュニティでもあるね、もあります。はい。ほぼ毎日クラスを開催していて、レベルも3つあるので、自分に合ったレベル、時間、そして先生を選ぶことができます。他にもね、メンバーイベントがあったりとか、あと部活があって、ゲームしたりとか、みんなで読書したりとか、シャドーイング練習したりとか、日本の音楽勉強したりとか、いろんな部活があります。で、最近はですね、今月のキャンペーンということで、月に1回キャンペーンを開催しています。ちなみに6月のキャンペーンは、小説リレーというキャンペーンを今やっていて、4人1チームになって、順番に1つの小説を書いていくという小説リレーをしています。まだ完成してないので、完成したらね、ちょっとポッドキャストで、サニーサイドジャパニーズのポッドキャストで紹介したいと思うんですけど、めちゃめちゃ楽しみですね。はい。初中級の人も、中級の人も、上級の人も参加して小説を書いてくれてます。はい。で、来月は、日本クイズを開催しようと思ってます。はい。先生たちが考えたクイズを1週間に1つ出してみんなでそれを考えるみたいなものです。はい。毎月のキャンペーンをこれからね開催していく予定なので、ぜひ、興味ある方は参加してみてください。はい。あとは、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、毎週言葉と漢字の学習ができるコースがあります。週に1回、20個の漢字と言葉を勉強して、その言葉を使った JLPT N3 レベルの読解練習ができたりとか、で週末にはテストを受けて、復習のテストが受けられたりとかできますので、その他の特典ベネフィットもありますので、ぜひペイトリオンのサイトをチェックしてみてください。以上かな。あとはサニーサイドジャパニーズポッドキャストとか、ゆうゆうさんのと一緒にやってるゲームで日本語ポッドキャストとかありますので、ぜひ皆さん聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。
今ちょっと顔をマッサージしながら喋ったらちょっと変な言い方になっちゃったんだけどうい、はい、ということでね、まあ最近ちょっとね疲れてきている。なぜかというと何なんだろうねちょっと原因不明です。今日だね、今日ちょっとなんか疲れて、なんかそういう時ない？なんか朝起きてすごいだるいなみたいな、なんか今日ちょっとおかしい、エネルギーがおかしいぞっていう時ありません？今日それは私、今日私の担当その日ね、まあ暑くなってきたからかな。なんかこういう時はなんか美味しいものでも食べたいね。最近ね、なんか何食べてるかな。最近何食べてるかな。美味しいもの食べてます最近。結構ね自炊をしてるので、スーパーに行くのが楽しみで、スーパー結構好きなんだよね。なんか引っ越してからね、近くのスーパーがめっちゃ大きくなったのよ。めっちゃでっかい、なんかでっかいやつ、なんかハイパースーパーみたいな、ハイパースーパーマーケットみたいな、ハイパーなのスーパーなのどっちなのみたいな名前ですけれども、ハイパースーパーマーケットみたいなところに行ってて、そこでは何でも売ってるからね、楽しくてね、ついついちょっと買いすぎちゃったりね、しちゃう。でそのハイパースーパーマーケットに行くとよく歩くのよ。広いからね、よく歩くのだから、なんかちょっと散歩になります。スーパー散歩っていうのはスーパーの散歩ね、すごい散歩ってわけじゃないよ、スーパーの散歩、ということで皆さんまた次回すごいくだらない話で終わっちゃった。すいません。また次回。さよなら。